はい、ってことで、本日はまたしても前回から久々に見たら、なんか全然項目変わってるじゃんっていうアップデートがあったので、今日やろうらトレーニングの、チュートリアルとまでいかないけど、こんな感じで設定していきますっていうのを紹介したいと思います。そうは言っても前回前々回の動画を見て全くガラリと変わってるかといえば 70% くらいは継承されてるので、そっちを見てわからんこともないとは思います。全部見てみてくださいということで、GitHub のこのページを動画説明欄に貼っておくので、ちょっと下に行ったところにこの今日やろうらドリームブースというのがあるので、これのリンクのオープンインコラボをクリックして始めます。でドライブにコピー、そうしましたら上から1個ずつ順番にポイポイとやっていきます。でこれは Google ドライブのマウントドライブというのをチェックを入れて実行で、ドライブへの接続を許可で、一応コラボの無料アカウントでもできるとは思うんですけど、月額1000円くらいなんで有料に入ってた方が快適です。いつ GPU が切れるかという恐怖に怯えることもないので、有料アカウントに入ることをお勧めします。はい、完了しました。完了するとここに緑色のチェックが入ります。今の時間が3分なので割とかかったかなっていう感じです。するとここのところに Google ドライブがマウントされているのがわかるかと思います。そして次、これはスキップします。行いません。で次、モデルのダウンロードで何を学習させるにしろ、おすすめはステーブルディフュージョンの 1.5 です。2.0 系使いたいという人はここで 2.0 を選択して、ここを何も選択しないという風にすればいいと思います。わしのおすすめは 1.5 です。アニメをやろうが実写をやろうがステーブルディフュージョンの 1.5 をおすすめします。いや自分でダウンロードしたいんだっていう人は、ここにハギングフェイスとかの URL を持ってきてトークンを貼り付けて実行、こちらをやってください。もしくは Google ドライブに自分でボコンってあらかじめモデルを入れとくという方法もできます。そうは言ってもやっぱりステーブルディフュージョン 1.5 がいいと思います。次、 VAE のダウンロード、オプションなんですけれども、ステーブルディフュージョンの VAE を私はダウンロードします。OK。で次、これトレーニングデータをどこのディレクトリに入れるかということで、これはもうデフォルトです。いじらずに OK です。で Unzip データセットということで、学習データの入った ZIP ファイルのパスをここに入れます。わしはあらかじめこのマイドライブのところに ZIP ファイルを用意しているので、このようにしてパスを貼り付けて実行すると適切なところに自動で入ります。この Unzip to というところは空にしておきます。で ZIP の中身なんですけれども、とにかく学習させたいものの画像を何枚でもいいんですけど、大体わしは8枚くらい用意しまして、それをフォルダーに入れて ZIP にするということになってます。で特に画像のサイズとかはちっちゃすぎちゃうのはダメだけど、今まで 512×512 だったんだけど、そういうのは特に考えなくてもいいっぽいです。なんか自動的にトリミングしてくれるので、そこは考えずに適当に良い感じの画像を用意して ZIP にすればいいということです。でなるべくいつも言ってる通り、人物だったら同じポーズはダメ、同じ背景はダメ、同じ服装はダメ、同じ髪型はダメということです。同じ背景だと背景も含めてその人物として認識してしまうので、人物を学習させたい場合はそれらを全部バラバラにして、8枚とか10枚とか用意して入れてください。わしは8枚で十分だと思います。で次いきます。次でこれはそのアニメ系のサイトから画像を自動で持ってくるよというものです。これは行いません。なんか余計な画像とかも持ってきちゃうので、わしはこれは使わないと。次、これはチェックを入れて実行。これは余計なものが ZIP ファイルに含まれてた時に削除してくれるというものです。自分で用意してるんで大丈夫だと思うけど、一応実行してください。これは用意した画像が PNG だと背景が透明って時があります。そういう時に変な学習になっちゃうので、背景透明に自動的に色をつけるよという項目です。 PNG で用意して背景のない人はこれをチェック入れといてください。次、これは要するにキャプション自動で追加してくれます。ここのバッチサイズだけ自分の学習させたデータで割り切れる数、自分は8なので8枚学習させてるので、8で良いです。10学習させた人はここを5とかにしといてください。でこの下も同じ、このバッジも同じ、それで実行で、この 4.2.2 のところはバッジサイズの他にここをいじる必要があります。このスライダーがいじれるんですけど、人物とかオブジェクト、東京タワーとか両国国技館とか、そういうものを学習させる人はなるべくこっちの右寄り、人物なのでわしは7くらいがいいかなと思ってます。そうじゃなくて霧とか
朝日とか夕日とか、そういうなんかふんわりしたものを学習させる人はこの数字を低い方に、今回は人物なので7.0 くらいでいいかなという感じです。で、実行。この2つによってキャプションとタグが自動で割り当てられます。はい、完了。で、その下のこれはさらに自分で手動で付け加えたいよという人は使ってください。大体使わなくて OK だと思います。で、そのデータがこの左のローラのトレインデータのこのキャプションとかテキストというところに入ってます。いいよっと。こういう感じに。で、これをちょっと見て、でもっとこだわりたい人は、これで、いや、そんなん違うじゃんっていう人は、ここをこう変えてもらえればいいです。こっちも、いや、このタグはいらんよねっていう人は、これを消してもらえればいいです。そこまでこだわらなくても、結構正確なんで大丈夫です。次、5番。さっき、ステーブルディフュージョン 1.5 とかって言ってた時に、ステーブルディフュージョンにいくつ系を選んだ人はこれをチェック。私は選んでないのでそのままいきます。で、ここにプロジェクトネームを入れます。何でもいいです。で、ここはモデルのパス。この左のここにさっきダウンロードしたモデルがあるので、これのパス。で、その下の VAE は VAE のパス。で、ここのアウトプットトゥドライブ。これをチェックしてください。そうすると自分の Google ドライブに保存されます。で、OK。ペコーンと。はい、次。ここでいじるのはこことここです。で、ここはなるべく短く、固有名詞としてトレーニングされてないであろうアルファベット。なるべく短く。公式だと3文字って書いてあります。そうは言っても3文字じゃどうしようもできないので、わしはこのくらいの長さで留めようと思ってます。ここにドッグとかキャットとか入れないでください。で、こっちのクラストークンっていう方は、その学習させるものです。ワンキャットとか、今回はワンガールです。で、あとはデフォルトで OK です。で、次これです。で、これはこのエポックごとにこんな感じで今学習が進んでますよというサンプルを出してくれる機能です。いらないです。わしは使わないです。使いたい人はここでやればいいです。サンプラー選んだりして、ここで何ステップごとに何エポックごとにサンプルを吐き出すというのを指定すればいいです。わしはいらないのでチェックを外します。で、実行。で、次。これがかなりもうわけがわかんなくて、で、ここでどういう風なネットワークモジュールを使うかっていうのを選択するんですよ。で、今まではこれだった。これがデフォルトだった。ネットワークドットローラーで、なんかこの2つの新しいのができて、で、こっちがなんか割と今までのローラでは学習できなかったところまで学習するので精度が良いという話もある。なのでこれはもういろいろとやってみるしかないです、正直なところ。で、今回はこれでいきます。前回これでやったのでその違いはこんな感じです。どうでしょうかね。わかるのかわからないのか、違いがわからなかったらどれでもいいんじゃないかという気もします。その都度ちょっとずつ学習ってのは変わるからね。で、今回はこれでいきますと。で、ここは特に空でいいです。で、これが前回まで128だったじゃんっていうデフォルト。公式では4と1って書いてあるじゃんっていう話です。で、人物だと4と1でいいと思います。4と1で学習させて、これはいかんと思ったら8の倍数で多くしていってください。ここを。ただ、人物だったら4と1でいいと思います。で、この数字がでっかくなればなるほど、一つのモデルファイルの大きさもでっかくなるし、使う GPU も多くなるので、そこは自分のこのマシンスペックと相談しながらやっていただければなと思います。とりあえず4と1でやってみると。ダメならちょっと増やすと。そういうことでいいと思います。で、あとはデフォルトで OK です。以前の学習から追加させたいって時はここにそのパスを貼り付けてください。あとはデフォルトです。で、実行。で、次、ここです。トレーニングコンフィグ。で、このノイズオフセットってのは0なんだけど、これを 0.1 にします。で、これは何ぞやっていうことなんだけど、なんかね、コントラストをちょっと変えて学習させるみたいな、なんだかそんなようなニュアンスのことが書いてあって、で、0.5 くらいまでは学習させるものを崩さず、ちょっとリアリティを出すよっていうことなんですよ。これがその説明で、なんかこう、明るいところと暗いところを うまいことやりますよっていう説明なんだけど、いまいちじゃあ違いがあるのかって言われれば、そこまで違いはないだろうっていうことなので、ここは一応 0.1 でやります。ただそれがいるかと言われればちょっと微妙。で、次で、このナムエポックスっていうのは何エポック学習させるか、学習を繰り返すかということなので、デフォルト10なんですけど、30くらいにしておけばいいと思います。これをやっておいて、後で自分の好きなここいい感じのエポックだなっていうところだけ取っておけばいいと思います。例えば25エポックだけ取っておくとか。次です。トレーニングバッチサイズは自分の学習させる画像数で割り切れる数をやります。これがでっかいければでっかいほど GPU のラムを食うので、これを例えば8とかにして実行してエラーになったら、このトレーニングの時にエラーになるんですよ。エラーになったら、ここのバッチサイズが大きすぎちゃったなということで、
小さいサイズに変えてみてください。今回は4でやります。で、もう一つこれです。Save N Epoch タイプ。何エポックごとに保存するかということです。自分はだいたいいつも5でやってます。Save Every N Epoch 5でやってます。で、あとはデフォルトで OK です。で、次これ、スタートトレーニング。トレーニングの元となる、こういう設定でやりんしゃいよっていうのをどっから持ってくるかということです。今までこれ上でポン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 って押してったファイルを使いたいので、ここはデフォルトです。自分で用意してる人はこれを変えればいいですけど、今回はデフォルトです。今までポン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 ってやってったのでやるので、このままです。で、実行。で、この学習が無事に終われば、この左のマイドライブのローラ、アウトプットにこういう感じに学習させたローラが保存されますと。で、6番でその学習させたローラがうまくいってるかどうかテストするんですけども、これを使ってもいまいち違いがよくわからないので、自分はもう一回これを停止させて、オートマティック111の WebUI の方で試すというのをやってます。でもドライブの方に保存してるので、7のこれは使えません。で、あと GitHub とかそういうところにアップロードしたいよっていう人は、これを8番を実行させるんですけど、自分はそれをやってないので、これはやりません。以上です。以上で大まかな学習方法でした。ようわからんっていう人は、このシリーズの第1弾、第2弾も見ていただければ、もうちょっとわかると思います。では、さらばじゃ。